その日、アルエットは眠らずに夜中を待つことにした。昨晩の出来事がただの夢だったかどうかは、真夜中の学園にさまよい出ればたやすくわかることだと踏んだからだ。ただ、外に出る時期は慎重に伺う必要があった。消灯時刻を過ぎてから自室を出ることは規則で明確に禁じられている。アドラーが就寝前に、入念な見回りをするという噂も聞いている。万が一見つかれば、昨晩の真意を確かめる貴重な機会を潰されることになってしまう。アルエットは、夜半過ぎになればさすがに警戒も緩むだろうという読みを胸に、その時を待ち続けた。しかし、もう少しで日をまたぐという頃合いに、アルエットは突然の眠気に襲われた。まるでアルエットの狙いを見抜いた上で仕掛けられた罠のような不自然なほどに強い眠気だ。ここまで来て負けたくない。眠るくらいなら今から探索を始めた方がいいだろう。焦る気持ちとは裏腹に、まぶたはどんどん重くなり、体は勝手にベッドの上へと倒れ込んでしまう。そうしてほとんど溺れるようにアルエットは送信した。夢らしきものを見た。無意識がまだ眠りに抗い続けているためだろうか、潜在的な焦燥が具現化したような夢だった。おびただしい血を流しながら地に膝をつくルク。騒然と頭をもたげてはいる。が、それは手折られる直前の最後の輝きのように見える。アルエットは自分の喉が妙な音を立てているのを感じた。それは血を吐くような絶叫に備えた不自然な呼気だった。絶叫の代わりに切羽詰まった息遣いが響いた。その反響がアルエットを正気づかせる。不吉な光景が夢に過ぎないことを理解し、安堵の息を吐く。嫌に生々しく予知夢めいてはいたが、夢は夢だ。アルエットは早金を打つ胸に手をあてがい、深呼吸を繰り返した。それからここが寝床の中でないことに気づいた。はあ、私、また。昨晩と全く同じ状況だ。消灯後、霊山軌道に一人。寝巻きではなく制服姿で立ち尽くしている。昨晩の出来事やこれが夢でなかったとしてなぜこんなことになるのだろう。無遊病の類か、それとももっと複雑な事情があるのか。今この場で結論が出せるはずもない。とにかく今は行動を開始するべきだろう。望み通りの真夜中の学園へ降り立つことができたのだから。今、誰もが寝静まるこの学園のどこかにルクがいるはずだ。クレマチスの乙女も。彼女らはどうしているだろう。すでに交戦中か、それとも敵を探して目を光らせているか。霊山軌道の外に広がる光景も昨晩と同じだった。緑色に光る霧が足元をもうもうと曇らせている。耳を澄ませたが、異常な物音は聞こえない。ルクと会うには、とにかく当てもなく探し回るしかないようだ。そうして歩き出したアルエットは、昨日と同じようにシマンのかけらを見つけることになった。通りかかった時、この場所には何もなかったはずだ。つまり自然に発生したか、誰かが落としたか。そんな推察を胸に拾い上げると、やはりかけらが砕けると同時に声が聞こえた。
ある日、木に絡みついたクレマチスに向かって、あの人が気まぐれに手を伸ばした。指先に触れた花はあっけなく転げ落ちた。声の主は昨日聞いたものと同じようだ。つまりおそらくはクレマチスの乙女の一人である少女の声。あなたに、に関する権限を、一時的に。だから、もしまた、あのクレマチスの乙女に出会ったら、その時は。その声は脳裏にほんの一瞬だけその声は脳裏にほんの一瞬だけ、ひらめき消えていった。すぐに正気づいたアルエットには何の記憶も残らない。ただ、もっとこの声を聞きたい。シマンのかけらを集めたいという思いが急に膨れ上がった。これはとても重要なものだ。集めておけばきっと。それは出所不明の使命感だったが、アルエットにその不自然さを自覚する余裕はない。視界の端に光の本流を捉えると、吸い寄せられるように近づいていく。きっとそうなるだろうと思っていた。私はもう何度となく、その落下を味わっていたから。次のかけらには声だけでなく映像が伴っていた。薄暗い場所で抱き合う二人の少女。激しい喜びに震える小柄な肉体。その光景の衝撃よりも声に含まれた眼臭とそれに相反するようなわずかな物悲しさがアルエットの気を引いた。くすぐったくて恥ずかしくてどうしようもなく気持ちよかったけど、何よりも怖かった。ひらめく映像は不鮮明なものだったが、それでもそこにクレマチスの乙女の片割れの顔を見出すには十分だった。声が伝えてくるのは初々しい連母と本人自身にも抑えきれない執着だ。メイデンは誰かに対して特別な思い入れを持ってはいけない。故に恋は禁じられているとマコーは言っていたが、つまり人を愛した罪によって彼女たちは変容したのだろうか。でも昨日、あの怪物はまるで違うことを口走っていたわ。どこにいるの？いつもそうなのよ。あの人はすぐに。邪魔をしないで！あの人をどこへやったの？一体誰を探していたの？暗闇の中で光を求めるかのようにうつろな目をこすって不自由な腕の代わりにツタを揺らめかせていた。探し求めていたのは思い人なのだろうか。それは彼女を後ろから抱きしめているもう一人の少女とは違う人物なのだろうか。答えのない疑念が湧いては消える。もっと声を集めれば彼女の真意にたどり着けるかもしれない。そんな思いを胸にひたすらかけらの光を探して歩き、時計塔の下に差し掛かる。そこで目にした衝撃的な光景にアルエットの疑念や迷いはすべて吹き飛んでしまった。まるで先ほど見た悪夢の再来だった。おびただしい血に濡れたルクが片膝を地についている。
形ばかりは霊山騎士を唱える際の体勢に似ているが、細い足は崩れ落ちそうな体を支えて痛ましく震えていた。元より白い肌はわずかな血の気すら失い、滴り落ちる毒々しい紅を際立たせる。くれないか。ハルエットの悲鳴を聞きつけると、ルクはみじろぎ、奥ぞに視線を動かした。動いちゃダメ。どうしよう。アドラー先生はプエラリウムにお医者様っているの？落ち着きなさい。アルエットは目を見開いた。なるほどね。ルクの周囲にエメラルド色の光の粒子がまとわりついたかと思うと、傷を濡らしていた血の色が薄れ、徐々に傷が塞がり始めたのだ。ルク、傷が？そんなこともできるんか。この程度大したことないわ。すぐに。ルクの取り巻く光の霧は地表に沈殿している霞とよく似ていた。先日アルエットはこの霞の正体について分解されたエテルではないかと推測したが、それが一体どうしてルクの傷を癒しているのだろう。科学についてはまるでわからなかったが、ひとまず命の心配はいらないということには安堵した。ただ、負った傷に対して回復速度が心もとない気はする。いずれは完治するだろうが、かかる時間の見当がつかない。少なくともすぐにとはいかないだろう。しかも、ルクが無理に体を動かそうとした拍子に、それまで無事だった箇所からも血が滲んできた。他にも怪我をしているの？家掛けの傷が開いただけよ。ルクは当然のような口調で返してきたが、アルエットは戦慄した。つまり今夜のルクの戦いはつまり今夜のルクは一度戦いを経ており、重傷を負って回復を待っていたということではないか。それほどまでに圧倒的な力の差があるのか。ルクに疎まれているのを承知で、いくつも質問を投げかけようとしたアルエットだったが、そこにいるの？夜風に乗って聞き覚えのある声が届き、口をつぐんだ。声の方を見やれば、そこにクレマチスの乙女が佇んでいた。昨晩と同じ容姿だ。背の高い少女が小柄な少女を背後から抱きしめ、接した箇所はツタに巻かれている。太いツタが誰かを探し求めているかのように滑らかに空を泳ぐ。それにつられて鈴なりのクレマチスも楽しげに戻っていた。来ないで！私たちはあなたが探している人じゃないわ。アルエットはルクを背後にかばいながら声を上げた。するとクレマチスの乙女が少し角度を変え、真正面にアルエットたちを据えた。四方に手探りをしていたツタもアルエットの声に惹かれたように一斉にこちらへ向いた。ここに来て。一人にしないで。アルエットの背後でルクが小さな息遣いを響かせた。振り向くと彼女は足元の小石を拾い上げているところだった。不自由な体勢から精一杯腕を振り、石が離れたところで小さな落下音を響かせると、クレマチスの乙女の興味はそちらへそれた。アルエットたちに背を向け、ツタを揺らめかせながら音のした方へと遠ざかっていく。目が見えていない。今更の気づきではあったが、有用な情報に他ならない。無駄よ。話なんて通じないわ。まともな意志があるのなら
偽造化なんてしていない。偽造か。アルエットは聞き慣れない言葉を反芻する。増加術の暴走よ。体内に悪しき種が発生し、抑制なき成長を遂げた姿。自らの欲望を叶えるために選んだのがあのおぞましいなりというわけ。元に戻せないの？さあ、滅ぼせば型がつくことだけは確か。ルクの手が強く無知の塚を握っている。目の前の敵を叩きのめせないもどかしたからか、指先が白くなるほどの力が込められていた。氷のような瞳は距離を置いて右往左往するクレマチスの乙女の畏敬を捉えて燃えている。当初は痛いほどに伝わってきたが、どのみち傷が癒えるまではかなわないだろう。少し経つとクレマチスの乙女は完全にアルエットたちを見失った様子で視界から消えた。アルエットは安堵のため息を吐いて改めてルクに問いかける。あの子たちは失踪したというロネットとレン？前にいるのがレン、背後にいる方がロネット。一体誰を探しているのかしら。その人が見つかれば解決する？しないでしょうね。探し人が誰なのかもわからないし、突き出したとしても彼女たちが認識できるかどうか。それじゃあどうすればいいの？前のめりに問いかけるアルエットにルクは冷え切った視線をよこした。傷がある程度癒えたことによって突き放すだけの気力が戻ったのかもしれない。答える声も剣に満ちて氷の刃のようだった。とっとと自分の部屋に戻って寝ればいいわ。あなたには関係ないことだもの。足手まといにしかならないのに首を突っ込もうとしないで。でもその傷じゃ。ルクは食い下がるアルエットを睨み何か言い返そうとした。しかし、開いた口は声を漏らす前にこわばった。その瞳の焦点はアルエットの背後に結ばれ、驚愕をあらわにする。癒え切らない体を軽快に固くした様子から、アルエットはルクが敵を捕らえたことを知る。表情と振り返ると、そこには、歪んだ花嫁が佇み、異様に長い腕を突き出していた。まるで何かを差し招くように。ルクが膝をついたまま片腕をしならせ、鞭を振るった。鎖は雷めいた奇跡で空を裂き、先端の重りは狙いを誤ったず、歪んだ花嫁の胸に突き刺さる。しかし、白い石の肌に亀裂が入ることはない。まるで液体のように表面が波打っただけで、唾はすぐに吐き出されてしまう。重りか。ごめんね。重りか。ルクはすぐに追撃を放ったが、その前に歪んだ花嫁の姿はかき消えてしまった。不穏な登場ではあったが、攻撃と呼べるような行動はなく、ルクの無知によってあっさりと姿を消した。ただ、驚かしに来ただけだったのだろうか、とアルエットは全身の力を抜いたが、次の瞬間、背後から忍び寄る花の匂いに総気だった。見つけた。そういうことか。歪んだ花嫁は彼女をこの場に導くために現れたのだ。そうとしか解釈できないほど唐突な登場だった。そのうつろな瞳はアルエットたちを映している。
それまで暗中模索が嘘のようにまっすぐ見つめている。大量のクレマチスを揺らしながら距離を詰めてくるが、ルクを連れて逃げる余裕はない。第一、まだ動ける状態でもないだろう。アルエットは立ち上がり、クレマチスの乙女に向き直る。アルエット、何をする気なの？ルクの鋭い声が背中に突き刺さる。アルエットの中で熱い意志が渦巻いていた。私がここへ来た理由は、きっと。やめなさい。あなたには何もできない。また捕まって糧にされるだけよ。また？聞きとがめると、ルクは失言に気づいた様子で言葉を飲んだ。その隙にアルエットは血を蹴って駆け出した。それは無論ルクを置いて逃げるためではない。こっちよ！足音を響かせて誘導するためだった。昨晩、クレマチスの乙女はルクではなくアルエットを狙っているようだった。自分の存在が餌になるならルクから引き離すことはできるだろう。その読み通り、クレマチスの乙女はアルエットの去る方へ体を向けた。アルエット！声は不気味な響きを帯びていたが、哀愁に満ちていた。同じくらいの必死さを込めて、ツタが追いすがってくる。アルエットは力の限りに走ったが、狙いを定めたツタの速度はそれを上回っていた。あっという間に追いつかれてしまう。鎖のように尖った先端が貫かんばかりの勢いで迫ってくる。アルエットは思わず目をつむったが、その直後、まぶたの向こうが眩しく輝くのを感じた。近いところで何かが弾けるような音と衝撃とが相次いだのに、アルエットの自身には何の苦痛も伝わってこない。恐る恐る伺うと、まず弾かれたように身をのけぞらせているツタの姿が目に入った。またルクに救われたのだろうか。しかし彼女が膝をついていた場所とは距離が離れている。そこでアルエットはようやく自身に起きた変化に気づいた。おう。手の内にいつの間にか小さな魂が生じていた。塊だった。塊が生じていた。奇妙なことに皮膚に接してはおらず、わずかな感覚を持って浮いている。それだけでも不思議なことではあったが、さらにその塊は発芽していた。優雅に湾曲しながらアルエットの腕に絡むようにして伸び上がっている。薄闇に滲むように白く輝くその姿は芽吹いたばかりの初々しさに満ち溢れていた。スタジオという点ではクレマチスの乙女の武器とお揃いだが、丈も太さも随分と華奢ではある。しかし先ほどアルエットを守ったのは紛れもなくこの白いツタなのだろう。この種って。直感的に先ほど拾い集めたかけらだと思った。小さなかけらが集まって一回り大きな結晶と化した姿だと、いびつな形から察するにまだ補うべき欠損は多いようだと。もし元となる種に賭けがなかったなら、本来の形を取り戻していたなら、この白いツタはもっと強靭な姿で現れたのだろうか。もっとかけらを集めれば、もっと強い力になる。逃がさない。殺意に満ちた声を背に聞きながらアルエットは再び走り出した。今度はおとりとしての自己犠牲的な闘争ではない。クレマチスの乙女を引きつける一方で、地面に落ちているかけらを集めれば、抗いうる力が手に入るかもしれない。
そんな希望を追いかける力強い疾走だった。